Hi guys, it's Katz. 本日の動画はですね、フィリピン旅行3日目の動画となっております。はい、ということで今日でフィリピンに来て3日目になりました。そしてですね、今はですねフィリピンのセブ島にいます。で、僕が今ですね、泊まってるホテルはセブシティですね。本当にセブ島の中心街にいます。で、今日はですね、朝からですね、一日でセブ島を観光していこうと思うんですけども、まずはですね、シティにいるので、シティのね、周りですね、はい、観光名所と、あとはですね、セブ島ってね、ご存知の方いるかと思うんですけども、語学学校がいっぱいあるんですよね。セブ島留学なんてよく聞いたことあるとは思うんですけど、なのでシティでね、語学学校で、結構パってあるので、まあ、そこもね、行ってね、学校のね、雰囲気をですね、ちょっとね、学校どんな感じかなって、建物のね、雰囲気だけでも、お伝えできればいいかなと思いますね。はい。で、午後はですね、やっぱりね、セブ島行ったらですね、綺麗な海っていうイメージがあると思うので、僕もですね、ビーチの方に行きたいと思うんですけれども、はい、でセブ島ってなんかこう細長くなってて、なんかよくねジンベエザメとかと泳げるよとかっていうのはですね、結構ね車で3時間とかね行ってねところでしかね見れないみたいなので、ちょっとね時間的にねそんな余裕がないので、はい、でセブ島に入ってきた時、マクタン空港っていう風なところで、マクタン空港でマニラから降り立ってきたんですけども、そのマクタンっていうね、そこが一つの島になってるんですよ。で、このマクタンのですねビーチ沿いっていうのがですね、リゾートビーチみたいな、ここでホテルね泊まってた人しかね入れないビーチとかもあるみたいで、なかなかねその公共のビーチっていうのがちょっとあるかどうかわからないんですけども、はい、マクタン島の一番端っこから、そこからフェリーでさらに横に進んだところに島が何個かあるんですよ。そこの島のどれかに行きたいかなと。なのでシティがあって、シティからこうマクタン島で、ここが空港ですね。でそこからさらにフェリーでこう離島の方に行けるので、そこの離島に午後は行きたいかなと思います。はい。で、そんな感じで今日フィリピンの3日目は過ごしていきたいと思いますので、ぜひですね動画の方ご視聴していただけると嬉しいです。はい。それではフィリピン旅行3日目の動画どうぞ。それではですね、今からブレックファーストに行きたいと思います。書いてね。よし。はい。このねエレベーターね、めっちゃ強く押さないとね稼働しないんですよ。指痛。こちらが本日の朝食の会場です。割とねこじんまりとはしてるんですけども、居心地がいい空間となってます。こちらが本日の朝ごはんです。ご飯にソーセージ、卵焼きにオレンジジュースとなってます。見た目はねシンプルですけども、余計なものはいらないんですよ。朝はシンプルが一番です。それではいただきます。ではまずはオレンジジュースから。いやー、朝ね起きてからのね最初の一杯ってなんでこんな美味しいんですかね。はい。ではまずはご飯ですね。あったかいですね。あったかくて美味しい。でソーセージもソーセージも普通に美味しいですね。全然問題ないですね。で卵焼きもいただきますね。結構ふわふわですね。で、ご飯もう一回いきますね。これ湯気わかります？結構熱々ですごい美味しいですね。で、こちらのソーセージも味がしっかりしてて美味しいですね。ちょっとね、注意点はね、塩っ気があるのがソーセージしかないので、ちょっとね、ソーセージをね、細かく食べながらね、ご飯を進めていかないとすぐ おかずなくなっちゃうんでね、配分だけ気をつけてね、食べてましたね、この当時は。はい。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今ご飯をですね、朝ごはんを食べ終わったので、外に出てきました。今時間はね8時過ぎぐらいですね。これからねちょっとこのねホテルの近くにですね語学学校があるみたいなので、そこに
そこに行きたいと思います。はい。でチェックアウトは12時までなので、はい、それまでにですね、ちょっとどうだろう、観光地どうだろう、タクシーとかで行ければいいんですけどね、はい、バッグね、持たないでいいんで、はい、12時までにいろいろ回れればね、はい、なのでできるだけ身軽な状態で旅をしていきたいなっていうところで、はい、この辺はなんかお店がありますね。ここ僕が泊まってるホテルの通りまっすぐ行ったところなんですけども、はい、なんかちょこちょこお店があったり病院があったり、あとはちょっとね屋台みたいな、さっきパン売ってましたね。これなんだろう、パンです。なんかちょっといろいろある通りかな。でやっぱ交通量多いですね。もうちょい、ここもう一本先かなを左なのでここ渡っていきたいと思います。基本的に今のところ信号は見ていません。はい、めちゃくちゃ今ですね、ここがですね語学学校のめちゃくちゃ近い最後の通りなんですけど、鶏がめっちゃいましたね。はい、だいぶね道路が、はい、歩道がねあんまりね今来た道がね整備されてなくて結構何回もこけそうになりましたね。ここかな、ここじゃないかな、多分これですね。ですね SMEAG キャピタル語学学校ですかね。これがエントランスだと思いますね。そっか、多分ここにあれか住むって感じなのかな。洗濯物とかが干してあるから寮みたいな感じなんですかね。めっちゃそれだといいですね。そういう形式なのかな、そもそもが寮みたいになってねみたいな。学校って自分の学校ってちょっと他は分かんないですけど、ここはそうっぽいですね。学校と寮がくっついてるみたいな感じだと思います。そうですね、スクールマップみたいですね。これをもらいました、受付で。受付は学校の中はこんな、入り口はこんな感じですね。結構広いですね。なんか多分階段とか上がって寮とか授業とかができる教室とかがあるんだと思います。1階、2階、3階、4階、5階、6階まであるんですね。ちゃんと教室とか書いてくれてます。はい、ここまで行ってきました。なんか日本人の人がですね来てくれて、いろいろ結構10分ぐらい学校のことを教えてくれました。で僕の目的とか聞いて、それだったらこういうコースありますよみたいな、なんかケンブリッジコースみたいな、なんかイギリスで本当に学校でやってるようなものを教えてくれる、なんか本当に日常的に使うような言葉の勉強ができるみたいな。僕ねそういった日常的な資格とかよりも、そういった最終的に働いていける言葉を使いたいので、日常生活の言葉を学びたいと思っていたので、そういったコースもあるよっていうので、はい、いろいろ教えてくれて結構有意義な時間になりました。ありがとうございました。今からですねマゼランの十字架っていうですね観光スポットに行きたいと思います。今グラブを待ってるところですね。マゼランの十字架の前でタクシーで降ろしてもらいました。なんかねグラブのタクシー呼んだんですけど、ナンバープレートがね違かったんですよね。はい、必ずねグラブ呼んだらですねナンバープレート合ってるか確認してください皆さん。でなんか違くて、なんかそのね新しく最近ナンバープレートを変えたってことで、向こうもね僕から依頼受けたっていうね通知が絶対来てるので、勝つっていうので、それ見せてもらって僕が依頼したっていうのが分かったんで、そこで乗っけてもらいましたね。はい、グラブもね一応安全ではあるんですけど、必ずですねナンバープレートは確認してください。でグラブ待ってる間にねタクシーとかね他のタクシーとかあとバイクとかにね乗らないかって言われるんですけど、そういった時はですね I have grab とか I'm waiting a grab とかって言えばスーって言ってくれるので、はい、そんな感じで回答してもらえれば、ね、何も言わないとね結構しつこくね居座ったりされちゃうんでね。はい、皆さんこちらがマゼランの十字架になりますね。こちらの建物ですね。はい、では中に行きます。
ちらですね、十字架がすごい、上にはすごい絵がみんな描かれてますね。みんなちょうど記念撮影してるんで、なかなか下の部分が撮りづらい。皆さんここで記念撮影するんですね。これが十字架ですね。すごい。なのでお祈りとかをですね、するんですかね。十字架はですね、マゼランがですね、そのキリスト教を布教するためにですね、セブに来た時に建てられたと言われているものですね。はい。で、こちらのですね、当時はですね、この十字架を削って飲むと万病に効くっていう、病気に効くっていうので、当時の人はですね、すごいこれを削って飲んでたみたいですね。続いてはですね、サンペドロ擁壁に行きます。はい。この擁壁はですね、なんか昔のあれですかね、戦時中になんかその捕虜の人たちを入れてたみたいなことが書いてありましたね。はい。そこに今から行きます。ここが入り口っぽいですね。入ります。はい。めっちゃブンブン来るわ。車とバイクが。でですね、とりあえずどっちだ、わからんな。広いな、庭園みたいになってますね。あっちの方でなんかイベントやってますね。あれ、なんかもうすでに擁壁っぽいのがある。こちらがあれですね、サンペドロ擁壁ですね。ちょっと眩しくて、ちょっとまだカメラが見えないけど映ってるかな。ちょっとこちらですね。こちらが入り口ですね。中も入れるんだ。行ってみよう。じゃあ中に入ります。こんな感じで何かが、写真が置いてくれてます。では進みます。Inside? How much? 30 pesos. そうですね、今すごいね、お金をですね、Thank you. たくられてます。OK。Pila ka book, ma'am? Igante. Ini mga school ID. ですね、今ね、ナチュラルにね、めちゃくちゃバレバレのボット売りされたんですけど、なんかここ入るのに30ペソなんですけど、でなんか僕ね100ペソしかなくて、細かいのはって言われて、細かいの10ペソしかなかったんですよ。そしたら110ペソをおもむろにその受付の人が取って、50ペソ、はい、お釣りって渡してきたんですけど、いやそもそも10ペソの小銭取る必要はないし、あとですね、30ペソだから100ペソ渡して、70ペソで10ペソもプラス小銭取ってったから80ペソお返ししないといけないのに、50ペソをね、当たり前のようにふいってやってきたんですけど、はい、あれは80でしょって言って返してもらいました。なんか最初その後もはいとかって感じでなんか10ペソプラスしたんですけど、それだとまだ60なんであと20足りないって言って80ちゃんともらいました。はい。なのでね、ちゃんと言うべきことはちゃんと言っていきましょう。お金は大事なのでね。はい。で一応中に入ってきたんですけど、なんだろうな、これわかります？なんかこんな広いスペースがありますね。なんかみんなこっちの細い道わかるから登ってってるので、僕もそっちに行きたいと思います。あ、待ってください、これって大砲じゃないですか。右側正面、これ本物なんか本物じゃないですか。こうやってここで狙い撃ちとかしてたんですね。この辺は何だろうな、ここは何だろう、なんかね、この辺ちょっとね日本地区なんですよね。河原っぽい感じで、こっちは上があるけど行けないのかな、行けないですね。
wait lang. Abin, smile back. スペインがね統治してたっていうんでね、フィリピンもやっぱスペインって結構こういった石畳の、建物って結構多いんですよね、すごいな。ここめちゃくちゃデコボコ、この床全部石だ。はい、今サンペドロ擁壁見終わりました。ではこれからですね、カルボンマーケットに行きます。大きいですね市場がこの近くにあるみたいなので、歩いて20分ぐらいなのでもう歩いて行っちゃいます。なんかわかんないけど、なんかこうすごいめっちゃいっぱい、危ない。こっち行ってみる？こっちもどっちか、こっち行くか。すごいね。スイカいいね。夏じゃないんだよね今ね。なんかもうこっち行ってスイカだともう夏感がすごく、夏の感覚になっちゃうな。ここ行っていいのかな。なんかめっちゃ敷地っぽいけどな。大丈夫？めっちゃ敷地じゃない？犬がいる。日陰はやっぱでも幾分涼しいな、やっぱり。なんか競りみたいなのやってんのかな。待って、やばい、行き止まりか。いやでも中も結構蒸してるな。以上がねカルボンマーケットになります。はい、めちゃくちゃマーケットがいっぱいありましたね。はい、ちょっと今交通量が多くて音入ってるかわかんないんですけど、はい、すごい果物と野菜とたくさん売ってて、人もいっぱいあって、あとねイベントとかもやってて、すごく活気がある場所でしたね。はい、ではそろそろね一旦ホテルに戻りたいと思います。ホテルをチェックアウトしました。時間11時ぐらいですね。でセブ島は結構キャッシュじゃないとダメっていうところが多いんで、これから両替したいと思います。一応ね5000円だけ持ってきてるんで、はい、今までちょっと両替してなかったんですけど、前ね残ってたお金もあったので、あと基本クレジットだったんですけど、やっぱセブはねクレジットねダメってことも多いので、一応ね両替しに行こうと思うんですけども、近くにねホテルの近くに両替所が何か所かあるんで、そこでレートがいいところね、とりあえず 0.38 以上だったら OK かなと思います。38 please 38 no OK これです。はい、今両替終わりました。で2箇所あって、1個目が 0.34 って低かったんでやめて、2つ目が 0.373 でしたね。0.38 まで上げてくれって言ったんですけどダメって、3回ぐらい言ったんですけどダメだったんで、0.38 に近ければいいかなと思ってたんで、はい、前来た時も 0.375 とかだったんで、前に来た時の両替も多分ね良ければもっと 0.39 とかあったとは思うんですけども、許容範囲ということで、はい、変えました。なので、5000円変えて5000円かける 0.373 だから1865ペソ、はい、自分でも計算してちゃんとこの金額だよねっていう風なのとか提示して、向こうの金額とかと向こうもね書いてくれるんで、このペソねって、それをちゃんと自分で計算して合ってるかって確認した方がいいと思います。はい、こっちからね積極的に出した方がいいと思うんですよね。5000円で 0.373 だったらこの1865ペソだよねみたいな感じで言えばね、向こうもねなんかちょっとぼったくりとかできないと思うんでね、はい、そんな感じでねお金回りはね結構ね本当にねシビアなところなんで、しっかりとね自分で計算してね、自分の頭でちゃんと把握してねちゃんと正しいお金をもらえるようにしてください。マクタン島行きのですねタクシー拾おうと思ったんですけど、グラブで全然見つからなかったんで、とりあえず空港の方に行かないといけないので、マクタン島なんで、なのでSM シティっていうショッピングモールのところにですね、昨日乗ってきたバスがねちょうどここらしいんですよ。
SM シティモールのどこだろう、裏手側にあるらしいんで、そのバス乗り場がで、そのバスでまたね、昨日ね来たのと反対の方にね、空港の方にバスで使って行って、空港まで行けばね、その海沿いの方にね連れてってくれるタクシー捕まると思うんで、とりあえず行きたいと思います。もしかしたらね、そのマクタン島からさらに奥の島はね、時間的と、あとね、もしかしたらキャッシュでって言われる可能性があるんで、そうするとね、ちょっとお金ないんでね、はい、結構ねするんですよ、キャッシュだと。なのでもしかしたらいけないかもしれないんですけど、まあね、最悪マクタン島には行きたいと思うので、今から行きたいと思います。あちらがですね SM シティのショッピングホールなんですけど、こっちを通過してですね、こっちですね、はい、あちら、こちらですね、ホテルみたいなの手前、あとね、このでっかいホテルあるんですよ。これめちゃくちゃでかい、これのまあ裏手側になるのかな、はい、多分では昨日のところですね。はい、明日もこれで帰ろう、これ安いんで。ちょっと待って、バス行っちゃう。僕が乗ったバスは空港までしか行かないので、空港からはタクシーでフェリー場に向かってます。今ですね、フェリーの近場で降ろしてもらいました。ここかな、多分あそこだよね。あそこがフェリーの乗り場ですね、きっと。チケット、OK。チケットはですね、OK。Thank you。チケットはこっちからですね。こっちです。はい。めっちゃ海の匂いがします。今はですね、フェリー場でですね、チケットを買いました。40ペソだったんで100円ぐらいですね。安いですね。僕はですね、このマクタン島からオランゴ島っていうところに行きます。フェリーで15分から20分ぐらいらしいんですよ。一番近いところなので、はい、本当はね、本当はというか、もっと遠くのね、ところとかもあるんですけど、はい、もう多分ね、そういったところね、朝早くから行かないとちょっと遠いんでね、1時間とかかかったりするところとかなんで、なので、はい、なんかオランゴ島はめちゃくちゃ近いので、本数も、ちょっと待って、めっちゃ綺麗やん、めっちゃ綺麗です、海。ここでもめっちゃ綺麗だぞ。ちょっと見せますね。めっちゃ綺麗じゃないですか。超住んでんだけど、ここ行ったら怒られるかな。ちょっと危な、落ちたら終了だな。ちょっと戻る。めっちゃ綺麗。ここですら超綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。待って、超輝いてる。ここでも十分綺麗ですよ。こちらはフェリーの待合室ですね。なんかどのフェリーに乗っているか分かんなかったんで、とりあえず今来てるフェリーに声をかけたんですけど、なんかオランゴ島には行かんぞやって言われたんで、とりあえずこの待合室で待ちたいと思います。どの船とかが全く分からない。なんかレッドってなんかさっき言われたんだよな。だから赤い船とかがあるんですかね。ちょっとね、とりあえず待ちたいとは思いますね。はい、15分ぐらいで行けるんで、3時前には着くと思うんで、はい。多分ね、日没、日が暮れるのがどんぐらいだろう。昨日どれぐらいだろうな。5時ぐらいなのかな。はい、ちょっとね、できるだけ明るいうちに行けたらなとは思うので、はいね、ちょっとね、あっち行ったらビーチの方に行って楽しみたいと思います。もうここのね、地点でもね、だいぶビーチ、海綺麗だったんですけどね、もうちょっとね、島の方に行けばね、もっとね、綺麗になると思うので、はい、それをね、撮影できたらなと思います。高いっすよね、確実に。本当にどの船乗っていいか分かんないんですけど、多分レッドシップって言ってたんで、あれが赤い、どう見ても赤い、多分あれだと思います。ちょっと行ってみます。結構ボロいな、めちゃくちゃ揺れる。気をつけてくださいね、体感がちょっと自信ない人は。はい、乗ります。
今ですね、オロゴン島に到着しました。15分ぐらいですよね、本当にね。はい。揺れが心地よくて若干寝てましたわ。はい。めっちゃ綺麗やな。広いですね、この辺のスペースは。ちょっととりあえずなんか行けるところまで、なんかチャリ借りるか、なんかまあ乗せてもらうかみたいな感じで行くらしいんですけど、とりあえずみんなですね、ここに着いたらですね、これにみんな乗って移動してますね。街の方に行ってますね。This is YouTube オランゴ島での移動は基本的には今乗っているトライシクルになります。港にたくさん止まっているので声をかけて乗せてもらいましょう。ご覧ください。トライシクルの中にオランゴ島でおすすめのスポット9個書いてありました。僕はどこがいいかわからなかったので、運転手さんに聞いたらいいビーチがあるっていうことで、そこに行くことになりました。これが僕が連れて来られたビーチです。ビーチにはですね、犬しかいません。これビーチって言えんのか？ There's another beach here. ビーチ？あ、over there? Yeah, brother. あ、OK。Thank you。あっちに行くと他のビーチがあるって。こっちに行くとあるよって言ってるよ。まあ、透明っちゃ透明か。いやでもなんかあれですね、ここいいな、静かで。あ、なんか飛んでる、ちょっとね、左の方に歩いてったらまだビーチがあるって言ってたんで行きたいんですけど、誰もいないんですよね。はい。果たしてこの誰もいないところに綺麗なビーチがあるのかっていう。今ね、こんな感じです。水自体はね、まあ確かに澄んでるんですけど、なんだろうな、本当にこっちある？ちょっと戻るか。これ多分これが続く感じだな。水自体は本当に綺麗なんですけど、俺しかいない。いや、いるわ、犬2匹。ちょっとビーチはね、もう少し物足りなさを感じるんで、シャララビーチっていうね、なんか僕もネットで調べて知ってるビーチがこの多分近くっぽいんで、また移動するバイク拾ってシャララビーチちょっと行きたいと思います。はい。バスケゴールある。ここはバスケできるんですね。めっちゃ水溜まっちゃってるけど。バイ。なんか基本的に子供たちが積極的に手を振ってきますね。シャララビーチに行きたいって今言って。あ、Very far. far? Yeah, so far. あ、so far? 今は新しいトライシクルに乗ってシャララビーチに向かっています。綺麗なビーチ期待したいです。これがシャララビーチです。待って、基本的にあれか、なんか待って、あんまりビーチに人がいない。これなんだろう、この家みたいな。すごい、なんかもう誰もいないところに来たって感じです。これめっちゃ綺麗じゃないですか。ちょうど時間良かったな、夕日が。これ人生で見た夕日で一番綺麗かもしれない。時間的に最高だったな、来たの。そしてここ一応シャララビーチっていうところですね。水はね、でも綺麗ですよ、全然。ちょっとね、緑っぽい綺麗っていう
のはないんですけど、普通に住んでますね。で一応この白いビーチがあって、なんかね今集会みたいなあそこでやってるんですよね、奥で。でマイクですごいなんか偉い人が喋ってます。結構水はやっぱ綺麗ですね。ちょっとね緑っぽいね、本当によくある沖縄みたいな感じではないですけど、水自体は本当綺麗ですよ。あれか、でもマクタン島の方が綺麗だったか。またねマクタン島の方もねビーチあるんでね、明日ねちょっと朝ね時間あったら行きたいとは思うんですけども、フライト前にね10時ぐらいにね飛行機場行かないといけないんで、どうせねマクタン空港行かないといけないんで、マクタンの方行くんでね、朝ねビーチでもねちょっとチラ見してね行けたらいいななんて思ってるんですけど。はい、ということでねこれがシャララビーチらしいんですけども、はい、結果誰もいないっていう。さっきのビーチが人が少なかったとかじゃないんだよな、きっとね。基本的になんかあんまり人がいないのかな。いやなんかでもいいっすね、なんかその普段と違う感じの雰囲気が、何もないっす感じがめちゃくちゃいいっすね。なんか全体的に建物がないから低く感じるな、低く。それがいいですね、なんか広々と感じられて、何もないがゆえにいいとこって感じですね。はい、さて戻るかな。今ね港に到着しました。なんか出発した港とは違うところに到着しましたね。はい、とりあえずグラブのタクシー捕まえて、空港まで、もう戻っていつも通りのバスに乗って、SM シティモールのところまで行って、この後またグラブのタクシーでホテルまで行きたいと思います。今ですね、グラブでホテルの前まで来ました。ではチェックインしていきたいと思います。こちらが本日泊まるホテルですね。ワンセントラルホテルですねがチェックインしていきたいと思います。9階ですね。9階に行かないといけない。ここが9階ですね。なんかレストランみたいなのがあります。今回の旅で一番いいホテルですね。はい、値段はね多分他と変わらないんですけど、僕なんかそのアゴダのね結構いっぱい泊まりまくってるんで、なんかすごい割引が効いてたんですよね、このホテル。だから安く泊まれました。無事ですね、チェックインが終わりました。今日はね15階です。今9階なんで6個さらに上がりますね。はい、今8時ぐらいなんでちょっと、部屋入ってシャワー浴びてちょっとご飯をね食べに行きたいと思います。だいぶお腹が空きました。この部屋はですね1510なんで、こっちか、1510ありました。
では無事入室できたんでルームツアーをしていきたいと思います。まず入ってですね、左手ですね、こちらはシャワールームとなっています。はい、鏡とこちらが手洗いですね。でこちらトイレでシャワールーム、こちらですね。綺麗ですね、全体的に。結構綺麗な。タオルは1枚か。まあまあ OKOK。 はい、綺麗なシャワールームです。でこちらですね、ちょっと進むと左側に金庫と、ハンガーですね。こちらに袋をかけられて、上ちょっと高いんですけど荷物置きとかがありますね。あとちっちゃいスペースですけど、ここにもありますね。はい、ではこちらまっすぐ進んでいって、今日のですねベッドはこんな感じです。ドン。今日はねシングルですね。でも全然 OK です。はい。で左側に、テーブルですね。この辺はポットとか用意してくれています。ケトルか。で冷蔵庫ですね。冷蔵庫、水がねあったんで、水はね先に冷やしてます。はい。でこの辺は鏡があって、この辺のライトなんか結構いいですよね。はい。でベッドの向かいの方にはこっちにもね姿鏡とテレビですね。でエアコンがあります。はい。でこちらサイドテーブルですね。ちゃんと均等に置かれている。では最後に夜景ですね。こちらのホテルね15階なので結構綺麗なんじゃないかなと思います。では見てみましょう。どうでしょう。いや、なんか真正面にちょうど橋あるんですよね。あれ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。以上ルームツアーでした。ではですね、今からですねナイトマーケットに行きたいと思います。近くにねちょうどねナイトマーケットがあるんで、そこにちょっとね顔出しに行きたいと思います。今からですねコロンナイトマーケット、コロンストリートのところにあるナイトマーケットですね。はい、行きたいと思います。はい、結構今はね9時前ぐらいですね。ジョリビーが後ろにあります。後で行こうかな。でもこの辺は結構人通りも多くて、メイン通りなんでそんなに危ない通りではなさそうな感じがしますね。ここねまっすぐ行ったところがねナイトマーケットだと思うんですけども、なんか今のところなんかそんな感じのは見れないですよね。なんかマーケットがやってるみたいな感じじゃないです。セブで言うとなんか一番大きい有名なところがナイトマーケットあると思うんですけども、ちょっとねここのね僕が泊まってるホテルから遠いので、ちょっとねそこにね今から行くのはちょっとなーっていう、時間的にもねないので、でたまたま近くにコロンナイトマーケットがあるっていうところで行こうかなっていうふうに思ったんですけども、見当たんないな。この辺だと思うんだけどなくない？あの辺キラキラしてるけどね。ナイトマーケットって感じはないけどな。なんか一応お店は待って、あれじゃない？ありました。あそこだ。皆さんこちらがナイトマーケットですね。はい、こんな感じで出店がいっぱい出てて、このね中を歩いていくって感じなんですけども、こっちかな、右側通行っぽいな。ここからはね車も入れないんで、めちゃくちゃ人がいるな。これがセブ島のナイトマーケットです。結構この辺はご飯屋さんじゃないな。なんかアクセサリーとかグラサンとかね、服とかバッグとか、服屋さんはないですね今のところ。服やバッグかな。あっちにもあるな。ここは車が通るんだ。
運転大変だな。もう同じかな。クエアやばい。人めっちゃいるな。これはなんだ、週末だから毎日こんなのかな。あ、でもそもそもナイトマーケットってあるから毎日やってんのかな。週末だけとかっていうのもあるのかな。もう祭りね、祭りと同じだよ、この人の数は。今ですね、ちょっとそのマーケットの混んでるところからですね、ちょっとね横にそれてきました。めちゃくちゃあれですね、もう本当にマジで店の数がやばい。どんだけあるんだっていうぐらい店がありますね。もうただね、食い物はない食い物はないですね。本当に服とかなんだ装飾品とかってそんな感じですね。そんなものがいっぱいあるっていう感じですね。めっちゃなんか美味しそうなご飯屋さんだ。これはなんだろう、スープ。ナイス。クラブ。これは何だかわからない。なんかシーフードが多いな。この辺はこちらが本日のディナーです。フィリピン料理みたいなんですけど、基本的にシーフードが多めでしたね。まあ、美味しそうなものを、好きなものを取ってきました。それでは、いただきます。まずは、ジュースをいただきます。こう何のジュースか書いてなかったんで分かんなかったんですけど、何かのフルーツのジュースですね。はい。では、まずはですね、スープからいただきますかね。じゃあ、一口いただきます。美味しいですね、こちらのスープ。僕好みの味ですね。しっかり味もついてて、美味しいですね。では、次はメインに行きたいと思います。メインはなんかシーフードなんですかね。なんかイカみたいのとか、カニみたいのがありましたかね。ちょっとね、具体的に何かわからないんですけど、これなんかは、なんかお肉っぽいな、味が。お肉もあったな。シーフードの中になんかお肉も入ってますね。味はなんか表現しづらい味ですね。おそらく日本にはない調味料とかですかね。まあ味はついてて、食べれるんですけど、この味だっていう表現がなかなかできないですね。ただ決して、まずくはないですね。劇的に美味しいかっていうと、そうでもないですけど、まあ美味しいっていう感じですね。なんとですね、僕が食事をしていたら、店員さんが来て、まかないのスープが余ってるけど、食べるって言われて、食べたいですって言ったら、こちらの野菜スープをいただきました。こちらのスープ、すごく美味しかったです。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや今、夜ご飯を食べてきました。なんかフラットね、なんかビュッフェスタイルで299ペソだからまあ600円、1000円しないぐらい、800円ぐらいかな、800円ぐらいでなんかそのビュッフェで食べ放題みたいなところがあったんで、フラッと入っちゃいました。結構美味しかったですね。でね、料理はねフィリピン料理みたいです。何を食べたかちょっとよく分かりません。でまあでしたね。はい。でスープが一番うまかったかなスープが一番うまくて、さらに言うならなんか多分閉店間際だったんですよ。もう9時が閉店で9時も会ってたんですけど、なんか入っていいよって言われたから入ったんですけど、なんかねおっちゃんにね野菜スープ好きかみたいな感じで言われて、好きって言ったらねなんかまかないで作ったのかな的なねスープがね出てきたんですけど、それが一番うまかったです。それがお店のグランドメニューよりその野菜スープが一番うまかったですね。そんなことあるんですね。はい、ありがとうございます。で別になんかねお金を取られるわけでもなかったんで、多分サービスでくれた感じでしたね。ありがとうございます。おかげでお腹いっぱいです。夜食にですねジョリビーを買います。はい、ということでフィリピン旅行3日目が終わりました。
てなことでね、3日目が終わりました。セブ島ですね。今日はね、セブ島に朝からいろいろと動きまくったっていう感じですね。はい。で、もともとね、語学学校とか、あと観光地、セブの観光地と、あと離島に行きたいっていうお話してたと思うんですけども、しょっぱなね、語学学校1個行ったんですけど、その後はね、ちょっと時間の都合上ね、ちょっと回れなかったので、明日ね、回れたらいいなとは思ってるんですけども、はい。でね、1個行ったところもね、日本人の人がいてね、いろいろ教えてくれましたね。はい。で、なんかね、大体なんか3ヶ月とか、ね、長くても6ヶ月ぐらいなのかな。で、セブで留学する人たちっていうのはね、僕ね、なんか1年ぐらい考えてるんですって言ったら長いね、みたいな感じで言われたんで、はい。なんか結構セブ島は短いのかもしれないですね。はい。で、その後になんか働きたい人はワーホリで行ったりとかするって言ってましたね。あとはなんか大学とか行ったりとか、なんか資格試験にも力入れてるとかって言ってましたし、うん。なんかいろいろお話聞けてよかったです。はい。で、セブのね、観光地ね、シティのね、観光地午前中回ったんですけども、マゼランの十字架とか、あとはですね、マーケットのところとかね、はい。あと、擁壁か。うん、擁壁ね。あそこもね、なかなか、面白かったですね。はい。ってな感じでね、まあシティの中にはね、結構ね、近いところでね、なんかいろいろそういったものがあるので、はい。シティに、来た人はね、フラッと、立ち寄っていただければいいんじゃないかなと思いますけども、はい。ただね、めちゃくちゃ暑いですね、やっぱりね。12月で来たんですけど、めっちゃ暑いです。はい。それだけは間違いなく言えますね。午前中はね、そのシティの中、パッと観光して、で、午後はね、ここのセブシティの横にマクタン島っていうそのマクタン空港があるところの島があって、でそこからフェリーで各島に行けるんですよ。で僕はマクタン島のからフェリーで一番近いですね、オランゴ島っていうところですね。フェリーで15分ぐらいのところですね。はい。そこに行きました。で、オランゴ島なんですけど、移動手段はですね、ハバルっていうバイクタクシーとトライシクルっていうなんかバイクの横にちょっと座れる仮面ライダーみたいな、仮面ライダーのバイクの横にこうサイドにこうついてるあんな感じで、こっちに僕らが乗るみたいな感じですね。はい。それをね、それに乗った方がいいですね。ちょっと結構広いんで、オランゴ島も歩いていくのはね無理なんで、僕ちょっとね最初歩いたんですけど、これ無理だなと思って途中でね乗りました。はい。そんな感じでね、3日目はね、こんな感じで終わりということですね。はい。ご視聴いただいて、嬉しく思ってます。ということで、3日目の動画は以上となります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。